こんにちは。アダルト・チルドレンについての電子書籍作家自分探しイズムです。このチャンネルではアダルト・チルドレンの改善方法、直し方、生きやすくなるための情報を発信しています。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。また字幕が必要な方は字幕の設定をオンにしてください。では今日は好きなことがわからないアダルト・チルドレンの学習性無力感について話します。最初の動画でアダルト・チルドレンの特徴を10個挙げましたが、アダルト・チルドレンの特徴は他にもいろいろあります。例えば好きなことがわからないというのもアダルト・チルドレンの特徴です。なんで自分の好きなことがわからないのかというと、多くのアダルト・チルドレンは自分が何をしたいかより親が自分に何を要求しているかということに意識を集中させて生きてきたからです。つまり親は心が未成熟だったのです。そこで親の名誉のためや世間体や見栄や恥の心理のために利用されて生きてきたということです。あなたは子供だったので一人では生きられないので、親に都合よく利用されても、利用されていると意識することもできずに、その自己中心的な親に嫌われないようにという生き方しかできなかったのです。こうして本性の自分、本当の自分を捨てざるを得なかったのです。つまり親が自分に何を要求しているかと敏感に親の期待に沿おうとすることでしか生きてこられなかったのです。こうして心が未成熟の親のもとに生まれたのにもかかわらず生き延びてきたのです。人間には普通では生き延びられない環境でもなんとか生き延びようとする機能が備わっています。でも生き延びる代償に失うものがあります。例えばこのようにしか生きてこられなかった人は、こうしか生きられない脳になっているので、大人になっても周りの顔色を気にして生きています。そして人間というのは、人の気持ちを大事にして、自分の気持ちをないがしろにして生きていれば、自分の気持ちがわからなくなります。好きなことがわからなくなり、やりたいことや就きたい職業もわからなくなります。好きなことがわからなくなるだけではなく、自分のために生きられなくなるし、人が怖くなるし、人生が辛く険しいものになります。大人になった今から考えるべきことは、小さい子供は一人で生きられなかった以上、かつて使っていた生き延びるための戦略は正しかった。でも、今はもう大人ですから、かつて使っていた人の顔色を伺うという戦略を使い続けるのは間違っているということです。我々は子供の頃に覚えた戦略を大人になっても使い続けるのが普通です。そのような脳になっているからです。でもかつての戦略は今の時代にはミスマッチだということに気がついたら、怖いし大変だけど変えることはできます。例えばこのような生き方していませんか？相手が冷たいから自分も相手を嫌う。
相手が好きと言うから自分も相手を好きになる。一度別れたのに相手が会いたいと言うからまたやり直す。これは全部受け身ですよね。相手に合わせています。本性の自分、本当の自分で生きているのではなく、相手の人生を生きています。これからは相手の態度とは関係なしに、自分のこうしたいをするような生き方に変えましょう。そのように変われれば、好きなことも出てくるかもしれないし、生きる力が身についていきます。今の生き方を続けていたら、好きなことがわからないままだし、自分の力で生きる能力を失い続けてしまいます。これからはもう誰かに合わせる生き方、縛られる生き方、操作される生き方、利用される生き方は全力で拒否しましょう。次に考えなければいけないのは、アダルトチルドレンにはどうせ無理という思い込みがある人が多いです。これがあると好きなことを見つける障害にもなるし、好きなことが出てきたとしても自己実現的に挑戦しようという気持ちにはなれません。なぜどうせ無理という堅くなな思い込みがあるのか。それもただの無理かもしれないではなく、絶対的にどうせ無理と信じ、それも強く強く信じ込んでいるのかという話ですが、ここまで堅くなになるのは学習性無力感です。つまり今始まったことではなく、過去に本当の本当の本当に無理だったことがあるのです。どうあがいても本当に無理だった。それが心の奥に凍結しているのです。そして心の奥にあるそれを通して現実を見ているのです。だからやってみればできるかもしれないことでも絶対無理と感じて、その自分の感じ方を疑いもしないのです。学習性無力感をもう少し説明すると、自分の力では止めることができない、対処することができない、どうすることもできない、ひどい苦痛を体験しているということです。これはどういうことかというと、まずは動物実験を見てみましょう。実験用マウスに電撃を与えるという実験です。子供のマウスを逃避可能な電撃を与えるグループと、逃避不可能な電撃を与えるグループと、電撃を与えない3つのグループに分けます。そしてマウスが大人になってからもう一度全部のマウスに逃避可能な電撃を与えるというセリグマンの実験です。子供の頃に逃避可能な電撃を与えられたマウスと電撃を与えられなかったマウスのグループはすぐに逃げ出しました。当然ですよね。逃避可能ですし、電撃は痛いですから逃げますよね。でも子供の頃に逃避不可能な電撃を受けたマウスたちは、現在は逃避可能なのにもかかわらず逃げなかったのです。ただ痛みに耐えながらうずくまっているだけです。つまり子供の頃に逃避不可能な電撃を食らっていて、
当時は逃げようとしても逃げれなかったんです。それが脳の奥にこびりついていて、それを通して現実を見ているのです。だから現在は逃げれるのに、どうせ無理と思って、この状況を諦めてしまっているのです。セリグマンの実験といったら、犬の実験の方が有名ですが、犬も同じです。逃避可能、逃避不可能、電撃を与えないの3つのグループを作って、もう一度すべてのグループの犬に電撃を与えます。最初に逃避不可能な電撃を受けた犬たちは逃げないのです。では人間はどうかというと、ちょくちょくいじめの問題がニュースに出ますね。ニュースに出るようなエスカレートしたいじめは1回だけではないんです。何度も何度もいつもいつもいじめられていて、問題が大きくなってやっとニュースになります。つまりいじめられているのに逃げない人も多いのです。抵抗しない人も多いのです。学習性無力感でどうせ無理ということを学んでいる人です。無力感がなければ抵抗できます。腕力がなくて喧嘩が弱くても逃げればいいのです。逃げて大人に助けを求めればいいのです。それだと告げ口後の報復が怖いというのであれば、学校を辞めたっていいし、転校したっていいし、いくらでも逃げ道はあります。でも学習性無力感があると出口が見えないんです。どうすることもできないとしか思えないのです。本人が嘘を言ってるのではなくて、本人には本当に出口が見えないのです。だから自殺をしてしまう人までいるのです。ここまで聞いて、確かに自分には無力感がある。でも逃避不可能な電撃を食らった覚えがない。という人も多いのではないでしょうか。でも、毒親育ちは、みんな逃避不可能な電撃を食らっています。なぜなら、小さい頃は親がいないと生きられないからです。親が毒親なのに、親がいないと生きられないのです。これは逃避不可能です。まだ実験動物に使うような電撃の方が良かったんですよ、本当は。電撃どころか、親の憎しみやイライラや心の必要性をぶつけられているのです。それも何十年もです。心の奥に絶望感、どうせ無理をがっつりこびりつかせていて不思議ではありません。だからアダルト・チルドレンは自分の力で変えられることがいっぱいあるのに、この状況は変えられないと思い込んでいて、本気の本気の本気にならないのです。他の人から見ると、なんであの人は行動しないんだろうと感じます。嫌ならやめればいいのに、嫌なら別れればいいのに、病院に行けばいいのに、本を読めばいいのに、ただそれだけなのにと感じるのです。
きなことや自己実現もそうです。例えば YouTuber になりたいと思ったとします。でも自分はパソコンやスマホの知識がない、動画の撮り方がわからない、編集の仕方がわからない、配信の仕方がわからない、サムネの作り方がわからない。こうなると、どうせ無理、絶対無理となって行動しなくなってしまいます。でもどうせ無理からスタートしても、始めてしまうと少しずつ分かってくるのです。絶対無理ではなくなるのです。それが人間です。学習性無力感がある人は、自分は自分にできることでもどうせ無理、絶対にできないと思い込んでしまう脳を持っていると理解し、やってみることが大切だと思います。では、ポイントを振り返ります。自分の気持ちをないがしろにして、嫌われないように嫌われないようにと、人の顔色ばかりを伺って生きている人は、自分の気持ちがわからなくなります。好きなこともわからなくなります。だから人の気持ちより自分の気持ちを大切にしましょう。そうは言っても、ずっと他人を中心に生きてきた人は、自分を中心にするのは怖いですよね。ならば怖くて自分を犠牲にするときでも、自分のために自分の気持ちを確認だけでもしてあげてください。怖いんだよね。怖いから不本意だけど譲ってしまったんだよね。本当はこうしたいんだよね。と自分の気持ちを確認してあげてください。それが最初のステップです。そして少しずつ自分の気持ちで生きられるように自分を変えていきましょう。自分の気持ちで生きられるようになっても、どうせ無理という思い込みがあると、自己実現は邪魔されます。かたくななどうせ無理は学習性無力感です。今までの人生で自分では状況を変えられない絶望感、無力感を味わっている人は、無力感を学習しています。小さい子供は毒親環境をどうすることもできません。そこで無力感を植え付けて、後の人生、どうせ無理と気力のない人になることがあります。気力がないと、アダルトチルドレンも治りません。気力のない人は、こうした方がいいよと言われても、そんなこと言われてもできないのだから無駄なアドバイスだと感じます。でもそうとは限りません。確かにアダルトチルドレンは無意識に問題を抱えているので、意識でこうしようと思っても、そうできないことは多いです。だからといって、こうしようと思うことが無駄なのではありません。今はできなくても、こうしようと思い続けることで、そのうちできるようになることもあります。方向が分かっていないと進めません。こうしようと思っていてもできないことが問題なのではなく、こうしようと思わないこと、こうしようと思ってもそうできないと気づいていないこと、気づいていない何かがあって、こうしようが出てこないこと、どうせ無理があっ
って本気の本気になれないことが問題なのです。アダルト・チルドレンというのは不治の病ではないのだから、本人が本気の本気になれば抜け出せます。でも、どうせ無理という思い込みで本気の本気にならないと治せません。今まで力で押さえつけられてきた、逃避不可能だった、それが何度も何度も続いて学習性無力感でどうせ無理が生じてしまった。自分にこれがあるならあると気づいて、それに負けない力で本気になればいいのです。毒親育ちで大成功する人もいますよね。セリグマンのマウスの実験は続きがあります。逃避可能な電撃を受けて逃げたマウスは強くなるということが分かりました。自分で不快な状況から逃げた。自分で困難を解決した。自分で状況を変えた。という自信が強くなるんだと思います。だから依存心を断ち切って自分で毒親環境を変えた人は強くなります。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。今後もアダルト・チルドレンの改善方法や治し方、生きやすくなるための情報を発信していきます。仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。